かな。よいしょ。ちょっと待ってね。こっちの方がいいかな。よいしょ。こんばんは。声はどんなもんですか？聞こえてますか？あ、映ってる。あ、ごめんなさい。どうかな？ BGM とかどんな感じですか？大丈夫そうです？どうかな？あ、オッケーオッケー。よかった。ありがとうございます。いや、配信をね、やったことがないので、多分、ごちゃごちゃすると思いますが、よろしくお願いします。よいしょ。よかったよかった。じゃあ配信を始めていこうかなと思います。一応ね、BGM は、お友達の天谷とりちゃんっていう子がいるんですけど、その子がね、作ってるやつを BGM として借りてきました。で、これなんですけど、一応ね、著作権がフリーだっていうことで、どんどん使ってということなので、今回ね、使わせていただきました。いらっしゃい。見知ったお名前の方々が次々来てくれて、とても嬉しいございます。こんにちは。コメント欄は、最近ね、5番とかが多くて怖いので、閉じました。一応ね、自分の方では見えてるんですけど、そしたらね、さっきまで普通に動いてたのになぜか口が反応しないっていうアクシデントに今なっておりますあと私頭がぶつかってるね。こんなもんかな。こんばんは。皆さんいらっしゃい。いらっしゃい。こんばんは。なぜかね、急に口が反応しなくなりましてね。なんでだろう。反応してるな。よかった。何から話そうかなと思って、いろんな人の初配信とか見てね、勉強してきたんですけど、緊張しすぎても、わけがわからないですね、今ね。でね、一応 BGM も今鳴ってるよっていうことだったんですが、なんかね、いろいろ設定直してみても、自分の方に聞こえなくて、今ね、自分はイヤホンをしながら別端末で BGM を流すっていう、わけのわからん配信をしてます。いらっしゃい。今ね、お口とかね、BGM がね、ちょっとうまくいかないねっていう話をしてました。こんばんは、皆さん。ありがとうございます。なんかね、さっきまで普通に口動いてたんですけど、配信始めたらね、口が開かなくなるっていう悲しみに今くれてますね。ちょいちょい動くんですけどね。なんでだろうね。なんでだろうね。そう、モニターと、出力にしてるんですけど、ならないんですよ。ならなくて、だから原因がわかんなくて、これでなりますよ、みたいな。いや、なってないがみたいな。一応ね、私 AG03 使ってるんですけど、そこからね、音上げてみたりしたんですけど、ならなかったんで、別端末で今、自分だけイヤホンして聞いてます。何をやってるんだろうね。と思いながらね、やってます。こんばんは、いらっしゃい。いらっしゃい。見知った方々が来てくれてとても嬉しいございます。ありがとうございます。あ、ひびきさんもいらっしゃい。こんばんは。お仕事お疲れ様でございます。で、ちょっとね、前置きが長くなりましたが、一応ね、自己紹介、初配信ということでね、自己紹介の方始めていこうかなと思います。そう、つまみね、上がってるんですよ。上げたんですけど、もうダメだったからまた後で調べときます私の機械音痴がここで露呈してしまったなということで、初配信のね、自己紹介のね、テロップをね、いくつか用意してきたので、そちらをね、やっていこうかなと思います。なので、ちょっと端に寄ってます。よいしょと。
まずプロフィールなんですけど、ちょっと私が大きいな。見切れる。よいしょ。はい、コメント欄用に自分が最初ちっちゃかったんで、切れますね。ごめんね、パパ。名前は、改めまして、イブロベリアと申します。誕生日は今日の5月の21日です。で、身長が160センチ。出身が、クレイシス大陸のヘルバー地方っていうところです。結構ね、魔法が盛んなとこではあるんですけど、みんながみんなね、使えるほど魔力を持ってるかというとそうではないところですね。なので、物にも魔力を込めて使うっていうものが一般的になります。次なんですと、よいしょ。サクッといきます。関連タグが今決まってるのがこちらですね。総合が、皆さん名前にシャープをつけてたので、それもしとこうかなと思ってます。で、配信はね、自分のネーミングセンスのなさのせいで、某スクールアイドルみたいになってるんですけど、気にせずに使っていただけたらなと思います。で、ファンアートは、ロベリアートっていう、今ここにちっちゃい、ミニキャラがいると思うんですけど、こちらも企画で描いていただいたものになります。で、ファンマークですね。失礼しました。ファンマークはバラと水晶になります。多分、占いって打つと出てくるかと思います。こんな感じですかね。こんばんは、六星さんもいらっしゃい。今ね、自己紹介をしている最中でございます。好き嫌いもね、さらっといきますよ。さらっとしてお話じゃないと多分私緊張で死ぬので、自分の自己紹介はさらっと流したいと思います。で、好きなものなんですけど、今ね、こちらに書いてるお紅茶とか、着物とか、ゲームとか、お歌とかね。あと、皆さんゴスロリってわかりますかね？フリルが結構ついてる、マリー・アントワネットとか着てる感じのお洋服なんですけど、ああいうのが結構好きですね。で、苦手なものは、虫と、虫はね、本当にダメ。どれぐらいダメかっていうと、あつ森の、集まれ動物の森に出てくるタランチュラって悲鳴を上げるぐらいには無理です。この間もね、ちょっとテンパってぐれて寝たんですけど、それぐらいちょっとね、虫が嫌いでございます。あ、そうそう、ベイビーとかもね、ブランドありますね。ご存知ですね。よかった。通じなかったらどうしようと思って、よかったよかった。それぐらい虫が嫌いです。あと、大きな音があんまり得意じゃなくて、なんでホラーゲームは好きなんですけど、グロいのがひっついてくるとか、ちょっと血がブシャとか、スプラッタがついてくるとかになると、ちょっとそっちが無理かな、みたいなホラーは全然平気なんですけどね。最近なんで、脅かし系とかはあんまり音がね、ついてくるので、それが無理、みたいなのがあるのでね、なんだろう。デッドバイデイライトでしたっけ？フックとかに吊るすと悲鳴がね、聞こえますでしょ？あれがあんまり得意じゃないです。操作性云々の前にそこがね、得意じゃないなというのがありますね。次はですね、配信内容なんですけど、見づらかったのでね、さらにちょっと上げてみました。こちらはですね、ゲーム配信とか、歌ってみたとか、あと雑談を、週に1回か、短くても月に1回ぐらいできたらいいなと思って、こちらに今書いております。で、ゲーム配信の内容といたしましてはですね、今ここに書いてあるのは自分が持ってるやつですね。刀剣乱舞も、スイッチの方で最初違うわ。DMM か。DMM の方でやってて、で、ポケットの方、スマホのアプリの方もやってて、この間イベントがようやく終わったっていうところですね。で、結構無双ゲーが好きで、三国無双もやってるし、その経由で、じゃあ、刀剣乱舞無双もやろうと思ってやったっていう感じですね。推しが 3D で動くのはとてもよろしゅうございますね。
もうニコニコしながらやってました。あとはね、レベル上げだけなんで、それをちょっとどこか配信でできたらなと思っております。で、次なんです。ポケモンですね。これは多分、皆さん触れたことがあるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと自分があまりにも被るから、ちょっと縮めます。皆さんポケモンやってますかね？私結構ルビサファから XY に飛んでるので、間のポケモンがね、ちょっとわかんないんですけど、そこから、ケンタテもやったし、ダイパリメイクもやったし、アルセウスもやったしっていう感じですね。あ、ポケレジやってます。アプリのやつですよね、多分ね。私ね、あれもやってなくて、アプリをね、複数いっぺんにできないっていう致命的なちょっとね、ものがありまして、みんなよく器用に、いや、このアプリやって、このアプリやってでできるなって思うんですけど、ちなみに今やってるアプリは、18?19 かなにリリースされたコードギアスのやつをやってます。ちまちま進めております。多分ツイートにもね、何人か反応してくれてたので、知ってるぜだなって勝手に共感してるんですけど。よかったらね、みんなもやってみてください。あとは、あつ森ですね。あつ森は、動物の森シリーズって最初皆さん、64って知ってますか？64っていう古のゲーム機器があるんですけど、それからやってるんですよ、私。64をね、それだけのために買ってもらったわけではないんですけど、そこからずっとね、なんで、Wii の動物の森以外はやってるかな。Wii がちょっと本体がね、買うお金がなかったという、悲しい現実のもとね。あ、響さんわかります？やっぱ年が近いんだろうな。64とかゲームキューブを知ってる人は、多分お友達だと思います。話がわかる人だと思います。時々何言ってんだと思ったら、古のゲーム機器の話をしてるんだなって思っていただければ多分大丈夫です。多分今時の子ってくくりも良くないかもしれないけど、PSP とか持ってたっていうか、自分がありました？大丈夫？ついてこれてる？ここで亀裂とか入ってない？大丈夫？悲しみにくれないで済むかな？大丈夫かな？よかった。夏いって言ってくれてる。よかった。通じてた。よかった。ここでちょっと亀裂が入ったらどうしようかと思った。よかった。64が通じるならもう何も怖くないよ。大丈夫ですね。あとは次はモンハンですね。一応スイッチの方のね、モンハンをやってて、で夏でしたっけ？サンブレイクがね、来ますでしょ？だから、それまでに1からやっても、1からというか0から始めてもいいかなと、ぼんやり思ってます。今は、247ぐらいだったかな、ハンターランク。それぐらいなので、特にすごい強いわけでもなく、かといってめっちゃ弱いぜってわけでもなくっていう、中途半端な位置にいる感じですね。モンハンでございます。そう、ゼロから、ちゃんとイブの名前で始めようかなと思って、サンライズは違う。サンライズは違うんや。サンブレイクがね、来るからね。スチームの方もあるけど、スイッチ持ってるからスイッチの方にしようかなと思っているところですね。あとはね、持ってるゲームというか、やったことあるのは、なんだろうな。私、あれ実はやったことないんですよ。みんながやってるマリオカートとか、カービィとか、やったことなくて。なんで他の人の配信見ては可愛いなって思いながらぼんやり見てるんですけど。みんな、あれかい？カービィとか、64じゃない、
マリオには触れてきてる人たちかな。マリオパーティーはね、あるんですけど、マリオカートはないんですよ、私、やったことが。多分、別物だよね。合ってる解釈間違ってる。大丈夫そうあ、そっか、スチーム版なのか、みんな。モンハンね。でも、パソコンの方が、どうなんだろうね。画面はそっちの方が大きいから、でも私、コントローラー持ってなくて、結局プレステ4のコントローラーを買えばいいのかなっていう疑問の状態で止まってて、怖くて買えないんですよ、コントローラー。結局私はどのコントローラーを買えば、パソコンゲームは快適なんだろうっていう。なんでパソコンゲームをね、やったことがなくて、一番最初に言ったトーラブは、マウスでカチカチってするだけなんで、コントローラーいらないんですよ。で、コントローラーでできないので、なんでね、みんな、すごいなと思いながら、ずっとね、配信を見てるんですけど、あ、ゼルダだけか。あ、よかった。みんなスイッチ持ってるね。よかった。スイッチね、スイッチ勢も多いのかな。じゃあスイッチ買おうかな、そのまま。あ、ちゃんとね、任天堂オンラインに入らないといけないですからね。また更新時期がね、近づいてるから、ちゃんと確認しとかないといけませんね。あとは、あれだな、ゼルダの伝説は、またいにしえの64の話なんですけど、時のオカリナをちょびっとだけやって、で、ムジュラの仮面で泣いてやめた記憶があります。内容は正直覚えてないけど、泣いてやめた記憶がある。多分ムジュラの仮面が怖かったんだろうね。ムジュラの仮面、多分数人ついてこれてない人がいますね、これ多分ね。石の64の話なんでね。結構ね、64はちょびちょびやってましたね。そうね、ムジュラはね、CM 含めて怖いからね。あと64でやって、64じゃないな。プレステでやってたのは、あ、そう、私、牧場物語も好きなんですよ。いにしえの初代プレステ、皆さん、見たことあります？大丈夫ですか？ついてこれてますか？私のいにしえトークに。あれ同世代で、マジで同世代で出てたな。瀬戸さんがね、配信で、俺いくつだよって言ってるのを聞いて、うんって思ったのは、ちょっとここだけの話なんですけど。ここだけの話なんですけど、初代のね、なんで私ゲームキューブもそうだし、初代のゲームボーイ、白黒のゲームボーイも持ってたんですよ。皆さん知ってますか？初代はね、白黒だったんですよ。若い子にね、それを言ったら、最初は、なんだっけ、アドバンス SP でしょって言われて、ちょっと亀裂が入ってしまったんですけど、こいつは何を言ってるんだみたいな。そう、アドバンスのパカパカするやつね。ちょっと私は持ってなかったんですけど、ゲームキューブの下に、本体の下に、アドバンスができる、なんだろう、別のカチャってするやつカチャってするやつは買ってもらったんで、それをつけてルビサファをやってましたルビサファの私はサファイアだったんですけど、そう SP の方をね、身内が友達から借りてきてて、すごい折りたたみだってなったのをね、今も昨日のことのように思い出しますけど、多分何年前っていうのを見たら多分泣くのでやめますねそうゲームボーイね。しかも結構本体がクリアのやつがなぜか流行るっていうね、中の基板っていうのかな、あれが見えるやつ、あれもねあったんですけど、多分ついてこれてない人がいますのでやめます、この話は。ちょっと悲しくなるからねそう、アダプターって言いたかったの。カチッてするやつね。そう。みんな、あれかな、アドバンスは買ってもらってたのかな。私はゲームキューブはすでに買ってもらっていたので、そっちにしなさいって言われて、そっちにしたんですけど、はーいって言ってそう、たまごっちね。
大丈夫？みんなたまごっち通じる？めめっちとかさ、口パッチとかさ、話脱線しまくってるけど、知ってるかい？今鬼滅っちとかあるけど、呪術っちとか。みんなデフォルトのたまごっちはご存知の方々ですか？大丈夫？たまごっち知ってる？めめっちとかね。私はめめっちを見てこの子だけなんか怖いなって思った記憶があるんですけど、今はね、同じオレンジなので好きになろうと努力をしているところです別に嫌いじゃないんですけどね。嫌いじゃないけど、なんかめめっちだけ怖くないですか私だけかな？違うのかな？そう、いにしえのね、ゲームだったら多分、私はわかるけど、私はわかるけど、多分何人か頭に大きなハテナ出てるだろうなっていう悲しみに満ちてますね、今ね。他はね、いや、多分ね、みんなね、もっといにしえのゲーム機あるんですよ。ピコって言うんですけど。さすがにピコは通じないんじゃないかな。パソコン型の昔にね、あったんですけど、わかります？ピコって。多分わかんないと思う。同世代でも多分、やってた人少ないんじゃないかな。もうわかる。そう、ひびちさんは拾ってくれた。よかった。ほら、もうわからない。ほら。ごめんね。いにしえのゲームトークでまさかこんな盛り上がると思ってなかった。ピコはゲームじゃないの？パッパいらっしゃい。ピコってゲーム機じゃないの？私、お邪魔女ドレミのやつやってましたよ。今ね、来てくれた後の祭りさんが、私のね、パパとママになる方です。後ほどね、これの次のテロップでご紹介するんですけど、今いにしえのゲームトークで盛り上がりすぎてしまって、ちょっと先に進んでおりません。それまで、ちゃっちゃと行きますって言ってたのに、なぜかいにしえのね、ゲームトークにハマっております。家にあった？本当に？仲間がいる。仲間がいるぞ。囲わねば。懐かしすぎて灰に並んでもろて、灰にはならないで。じゃあね、そろそろ次にね、行こうかな。で、歌ってみたなんですけど、これはね、流行りの曲というよりは、自分の好きな曲を歌って流行りも歌いつつって感じですかね。結構ね、おそらくいにしえのゲームトークについてこれた人たちは、だいたいこいついくつだろうなって分かったと思うんですけど、だいたい全盛期と言われた世代から最近までのボカロ曲を私が聞いていないので、ちょっとね、わかんないっていう、流行っててもわかんないっていうのが多いので、ちょっとね、お勉強しなきゃなと思っているところでございます。そんな感じかな、歌ってみたに関しては。で、雑談はさっきも言った通り、各週か月1ぐらいできたらなと思います。いにしえのゲームトーク配信でもしますか、今度。絶対偏るよ、これ。っていうね、感じなんですよね。こんばんは、いらっしゃい。いらっしゃい。今ね、配信内容のこんなことしたいよっていうのを話してました。いらっしゃい。ですよね。ピコまで分かったら、こいつはだいたいいくつぐらいだなっていうのが、おそらくね、バレたと思うんですけど、おそらくね、おそらく同世代か前後の方でしょうね。では次のね、ところ行こうと思います。ポチッとな。はい、こちらなんですけど、さっきね、ピコってゲームに含めていいのって言ってくれた祭りパッパがね、私のこの立ち絵と、この動くライブ 2D にしてくれたパパとママでございます。なので、皆さん多分ここね、3つあると思うんですよ。パパとママと、ロゴの作成の方みたいな。私、パパとママが一緒なので、2行っていう。お仕事をね、募集されてるそうなので、皆さんよかったらぜひ、
行ってみてください。まつりパパはね、とても優しい方なので、ぜひぜひよろしくお願いします。私ともどもよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのね、ロゴを作ってくださった、今左下にあると思うんですけど、こちらもね、作っていただきまして、ラルラさんっていう、イリアムっていうライブ配信アプリがあるんですけど、そちらでね、配信活動されてる方になります。すごくね、お仕事が早い方なので、もし興味のある方はね、Twitter ID もね、載せていいですかって聞いたら、お二人ともどうぞって言ってくださったので、堂々とアイコンとTwitter ID を借りてきました。ちゃんとね、許可取らないと怖いからね、許可取って載せてるので、よかったら Twitter 検索してみてください。こんな感じですかね。で、私のお話はそれまでなんですけど、よいしょ。コメントはね、今来た人向けに言うと、本当はこの自分の名前、ロゴの上に、配信じゃない、コメント欄の表示するとこ作ってたんですけど、バンが怖くて、急遽消しました。急遽消したので、ちょっと真ん中に戻ります。よいしょと。いや、まさかこんなね、古のゲームトークで盛り上がるとは思っておりませんでした。とても楽しかったですね。さらっとね、自分の自己紹介の方は流させてもらったんですけど、緊張しすぎて死にそうだったんですが、いや、古のゲームトークは大変楽しかったですね。僕は23歳だからイブさんも同じですねって言ってるボイトレ講師のブチュバさんいますけどね、ご想像にお任せします。ご想像にね、お任せしますね。もう年の離れた兄弟がいるかもしれないからね。そんな感じでございます。いや、よかったよ。ちょっとお茶を飲みますね。失礼、なんかめっちゃピコピコピコって動いてしまった。失礼しました。そう。で、さっきも、なんだろう。古のまたトークに戻りますけどね。好きを語って手がわかるなら。確かにね。そうね。皆さんやっぱりあれですか、ゲーム配信って言ったら、でも今あれかな、Apex とか、なんだっけ、バロラントとかかな。FPS って言うんでしたっけ、ああいうやつね。私ね、酔うんですよ、あれ。あれはね、酔っちゃうから誘われてもできないんですけど、他のやつはね、自分が持ってるやつとか、楽しそうだなっていうやつをやりたいなっていう感じですね。あと個人的に興味があるのが、サンリオのデッドバイデイライト出るのか出たのかしたじゃないですか。あれはちょっと気になるなみたいな。あれちょっと気になるなと思って、誰か買う予定の人います？もう普通のやつ買っちゃってるのかな、みんな。結構皆さんやってますよね。デッドバイデイライトもそうだし、星のカービィディスカバリーもそうだし、あとはマリオカートね。マリオカートやってるよね、みんなね。私ね、マリオカートも、いや、マリオカートは酔わないかな、でも。若干、あれかな、動くのが早いのがダメなのかな。どうなんだろう。なんか、画面酔いする原因を調べると、目と耳から入る情報と、実際の体の情報が違うから、脳が混乱して気持ち悪くなるんだぜ、みたいなことをね、記事で見つけたんですよ。だから、動いとけばいいのかなってちょっと思ったんですけど、動きながらゲームはさすがにちょっとできないなと思って。なんでね、FPS は、眺めるだけにしました。ラジオ感覚で聞いてます。なので、FPS に関してはね。やってないかい。あとなんだろう。みんなが言ってるのは、つぼうじっていう謎のゲームと、フォールガイズ
あれね。可愛いキャラクターの王冠を目指すやつね。あれもやったことないんだよな。あとヒューマンフォールフラットだっけ？合ってるかな？へにゃへにゃの人たちと脱出ゲームみたいなやつね。あれも気になってるんですよね。ツボは口悪くなる。そうなのね。なんかチラッと見て、なんかすごいシュールなゲームだなって思った記憶がありますね。あとここにね、いらっしゃる瀬戸くんと響くんのバニーマンはお腹がよじれるぐらい笑いましたね。結構ね、やってる人いらっしゃいますよね、バニーマンもね。スーパーバニーマンでしたっけ？あれもただ実際自分がやるとなると多分ね、ワーギャー言うんだろうなっていうのがね、なかなか面白い。いらっしゃい、カッペイさん、こんばんは。ようこそつぼうじ待機と人格崩壊フォールガイズの世界へ。やだな。人格、ちょっと口が悪いのが良くないね。もともとなんだろう、すごく丁寧な口調で喋る方かって言われるとそうではないので、ちょっとよろしくないですね。つぼうじはやめましょう。あんなシュールなゲームは良くないよ。あ、連打ゲーなのか。あれはスチームのゲーム？私パソコンゲームがあまり詳しくないので何も分かってないんですけど、あれはスチームのゲームなのかな。あとあれだよ、あれみんなマイクラやってるよね。マイクラもやったことないんですよ、私。やったことないゲームが多すぎて、どこからチャレンジしようかなっていうそわそわしながらねやってますけどね。そっか、あれは連打系なのか。苦手なんだよな、連打。結構リズムゲームとかあるじゃないですか。あれの連打も私途中で力尽きて指がね固まっちゃうんですよね。やりたいゲーム片っ端からお財布火吹いちゃうんですけど大丈夫そう？私の財布がみたいな。そう、いろんなね、そうなんですよ。逆に言うとね、そうなんですよ。いろんなゲームをねできるからいいなっていう感じですね。あ、本当？連打しなくてもできる？大丈夫？私の連打はとても遅いよ、多分。少しの間だったら連打できるんですけど、それを長くやるとなるとね、疲れちゃって、無理ってなっちゃうんですよね。指が追いつかないってなっちゃうんでね。カチカチはちょっとね、苦手な方かもしれないですね。あとは、ホラーゲームをね、ホラー好きなんですけど、やったことはそんなになくて、友達？実際のっていう言い方も良くないね。学生時代の友達とかが、怖いけど、やりたいから、横にいてみたいな。横にいてっていうのを、いいよって言って横にいて、で、最終的にその子ができなくなっちゃったから、代わりにやるみたいなことがね、多々あったんですけど、なので一から自分でやったことあるゲームがあるかって言われるとないので、ホラーゲームなんか怖いやつやりたいなと思いつつ、虫が出ないやつご存知だったらぜひ教えていただけると。虫が出ちゃうとね、私がダメなんでさっきもねちらっと言ったんですけど、虫とちょっとグロテスクなやつとスプラッタ系はちょっと私自身が NG なのでそれ以外のやつだったらまあいけるかなっていう感じですね。そう、見守り配信的なね、まあ横にいてね、その時は全然配信とかじゃなくて純粋にお家で集まってやってっていうやつなんですけど、なんでお化け屋敷とかもね、その子すっごく行きたがるんですけど、最終的に泣いてるんですよね。怖いから。でも、私は怖くないから、それを、母親のような気持ちで怖いんだなと思って、ニコニコしながら横にいるっていう、
悪魔的所領をやってたんですけど別の友達がまるで親子のようだったよってよく言われるんですけどねみんなはあれかな、怖いの平気な人たちですか？結構ね、罰ゲームでホラー配信するぜみたいなのをね見たりするんですけど、全然ね怖いのは平気なんで、ただね虫が本当に本当によろしくないので、あつ森のタランチュラは本当に許さないよこないだね久々にあつ森で出たんですよ、タランチュラが。うわーって普通に声出しました家でよかったみたいなこれ電車の中でこっそりやってるとか、友達の家とかね実家でやってるとかだったらもう大惨事ですよ危なかった、本当に危なかった。もう自室でよかったと思って。本当みんなダメなのかな。ファズモフォビアってどんなやつでしたっけ？あれか、幽霊調査員みたいなやつでしたっけ？アピールしてくださいってやつですよね。合ってる？別のゲームかなそれ合ってるかな多分それだと思う。そうか、リトルナイトメアか。やるかリトルナイトメア買うかもうパパが言うなら買うしかないなちょっとリトルナイトメアは後でポチっておきます大丈夫かな。ゲームが上手いわけじゃないから死ぬかもたくさん詰まっちゃうかもしれないけど見守っといてくださいみんなそっちの心配はねちょっとあるんですけどね。そうか、雲嫌いな人結構ね。逆にいます？雲好きな人いるんかな。でもいるのかな。結構ねみんな、私の周りは逆にホラーはダメだけど虫は平気っていう子が多くて、なぜみたいなホラーの方が別に良くないって思っちゃうんですけどなんでUFJ のユニバーサルスタジオジャパンあるじゃないですか、大阪のね。そこも行ったことあるんですよ。貞子とか行ったことあるんですけど、私は普通にケロッとしてるのに一緒に行った友達げっそりみたいなおかしいなみたいな、これがホラー耐性がない人たちなんだなみたいなそこで初めて私ホラー平気なんだなっていう確信を得るというね、確信の得方がちょっと独特なタイプなんですけど、そうか、作品にもよるのかみんな。そっか雲だけ平気か。なんでだ他の虫はじゃあダメなのかな。なんで私ねなんだっけ、バイオハザードもちょっとゾンビがちょっとねグロテスクと言いますかあれなんでちょっとね得意ではないかもしれないっていう感じですね。ガンアクションがそもそもうまいわけではないと思うので、それもあるんですけどね。好きではないけど、巨大じゃなかったら虫は平気っていうことか。そうかそういうパターンも確かにね。お化け屋敷も平気です。一人で行けます。みんな知ってるかな。昔にまた古の話なんですけど、エキスポランドっていうのがあったんですよ。でそこのお化け屋敷がろうそく、本物じゃないけどそのろうそくの形をかたどったものを、これを持って進んでくださいっていうのがあって、でそれは家族で行ったんですけど、一人だけ人間じゃないなみたいな、全然ビビってなくて一桁だったんですよ。何%だったかな。なんか0から100の間の 6% ビビリ度みたいな。でなんかそこが魔王城かなんかのねお化け屋敷だったんですけど、さてはお前人間じゃないなって言われる悲しみがねあって、そんなことないよみたいな
なんでそんなこと言うのって一人だけ一桁の数値を叩き出すっていうわけのわからんことをしましたね。ちょっと画面乱れちゃったかな、大丈夫かな。迷宮っていうのがあるの？怖いやつかな。次力が次ない。いやもうパパが言うならもうリトルナイトメアをやらねばなりますまい。確か2かなんか出てますよね、リトルナイトメアって。3出てたっけ？ 3 は出てない。黄色いズキンじゃない、カッパみたいなレインコートって言った方がおしゃれレインコートを着た女の子かな、その子が主人公のゲームですよね。何回かねちらっと見たことはあるんですけど、最初から最後までは見たことがないので、ちょっとやってみたいですね。やらねばなりませんね。チェリーさんもいらっしゃい、こんばんは。ごめんね、コメントをねあんまり読まずに一人で延々とねいにしえのトークゲームとホラーゲーム配信のね話を今しておるところでございます。2が最新か、リトルナイトメア、ありがとうございます。戦慄迷宮は富士急ハイランドの長いお化け長いお化け屋敷、歩くやつですよね。それ歩いてなんかすごい長いって聞いたことあるな。それか富士急まで行ってこいと売ってこいということですね、それは。今度のお休みいつ取れるかな。ちょっと連休じゃないとねさすがに行けないのでね、ちょっと後で戦慄迷宮も調べております。呪音の最後の方で仏壇から吸い込まれるシーンで爆笑してしまったあたりからホラー体制ついたんだけど、基本はこうなるほど、呪音か。呪音もね私家族にすっごく怖がりな方が約1名いらっしゃるんですけど、さっき言った魔王城のねやつも、私がなぜか先頭でその人が背中にガシッとせがみついてて、なぜかその人が一番ビビり度が高いっていういうねアクシデントがあったんですけど、でねでも私リングとかも見たことないんですよね。なんか見ようとすると怒られるからやめてみたいな結局見たことはないんですよね。なんでそういうアトラクション系のやつは知ってるみたいな感じですかね。なんで1から10まで見たことはないんじゃないかな。なんだろうな、呪音が一番怖いのかな。リングとどっちが怖いんだろう。リングって貞子のやつだよね。今頭にロード・オブ・ザ・リングが浮かんでるけど全く別物なんだよな。全く別物のもうリングしか合ってないね。そこがねちょっとね出てきちゃったんですけどね。工藤さんもいらっしゃい、お誕生日おめでとうもありがとうございます。今ねプロフィールをさっと流して一番読んでる中で盛り上がったいにしえのゲームといにしえのゲームの話と私がホラー平気な人なんで何か怖いのないかなっていう話を今してるところでございます。虫がないやつでお願いします。あとグロいやつね。それがないやつがとても嬉しい。まだね、じゃあ虫とグロだったらどっち取るって言われるとまだグロの方が耐えれるかなっていうレベルで虫は無理です私。だってあつ森のタランチュラもやだもん。やだもの。あとなんだろうな、怖いやつなんだろう。これを機に確かにね見比べてみるのもいいかもしれない。レンタルビデオ屋さんに駆け込むしかないですね。もしくは最近便利なネットフリックスで見れるかも。一人で見るしかないな。何か見るか。なんかないかな、怖いやつね。そう、ホラーはね全然平気なんですよ。代わりにグロいのとかちょっとスプラッタ系が苦手。一番無理なのが虫ですね。殿堂入りと言っても過言ではないですね。なので私に
虫関連の情報を流してきた人は漏れなく私が嫌いになるのでよろしくお願いしますそれぐらい無理です、虫。本当にだから夏の時期ね、もともとのぼせやすいっていうのもあるんですけど、虫がちょっと増える時期じゃないですか。それがね、嫌でたまらないので、ちょっとこれからの時期ね、悲しみながら暑さに耐えなきゃいけないっていう一番辛い時期がやってくるので、皆さん頑張って生き抜きましょうね熱中症にならないように頑張りましょう、お互い。サイレントヒルか。サイレントヒルもなんか虫のやつでしたっけ。なんかね、チラッと見てそっと×ボタンで閉じた覚えはあります私は何も見てないみたいな何も私は見なかったと思って閉じたんですけどそう、じゃあ割合的にはみんなあれかな、虫の方が平気なのかな。本当になんで逆に多分みんなからすると、逆になんでホラー平気なのって多分なると思うんですけど、いや虫の方が嫌じゃないですか誰か共感してくれる人おらんのかねそう、厳しい夏がね来ちゃうんでね、ちょっと頑張って乗り切りましょう、みんなでね。ちょっと夏はね、お外に出たくないんですよね。のぼせちゃうからねのぼせちゃうからね。そう、虫もね、よかった。虫やだを共感してくれただけで今日はもう満足ですねよかった。なんでね、見てないのに昆虫食食べてみたぜみたいなやつをおすすめに表示させるの本当にやめて YouTube 君と思いながらスッとこの広告やつに興味がないっていうのをスッてごめんけど押すっていうね。私のところに虫を持ってくるんじゃないみたいなあと一時ツイッターのプロモーションでアリになってどうたらこうたらみたいなアプリのねプロモーションが狂ったように流れてた時期があるんですけど、あれが苦痛でたまらなかったですねやめてって言ってるでしょみたいな虫を流すんじゃないみたいな虫とホラーなら虫の方が苦い。仲間いたよかった、仲間がいたわびっくり系か。私もねびっくり系は正直得意ではない。音がやっぱりね大きいじゃないですか。大きな音があんまり得意ではないので、なんでね、それかな、私の苦手といえば。さっきもねちらっとテロップでねシャシャシャって流しちゃったんですけどね、虫のねドアップの広告とかね、突然お部屋に雲出たぜみたいなやつ、本当にすっごい個人的なことだけどワンクッションその画像挟んでもらっていいですかみたいなそれぐらい虫がダメですね、私ね。そう、あれね、アリの広告分かってくれる？よかった。あれもね、一時狂ったように今はなんだろう、公爵令嬢が悪徳公爵令嬢がうんたらかんたら系が結構流れてきますね、私のツイッターくん。みんなあれってみんな一緒なのかな、それともなんか見てるものに関連するのかな。私別に悪役令嬢もの一切読んでないんだけどなんで流れてくるんだろうなんで君は流れてくるんだいって思いながらずっと眺めてるんですけど、私漫画で言うとなんだろう、最初主人公がすごいひどい仕打ちに遭う描写があるのがダメで、実は過去にこういうことがあって今現在はねみたいな、そういうやつは平気なんです。まあ平気っていうかまあ見れなくはないんですけど、その主人公が不幸になるのが嫌なタイプなのでそういうやつ結構ね多いじゃないですか今。最終的にハッピーエンドになるけどそれまでの工程がちょっと見るに耐えなくてちょっとね
みたいな絵柄とかすっごい好みだし、広告とか見ると面白そうだなって思うんだけど、すごいいい子のヒロインがひどい目に遭うのが許せなくて見れないっていう今すごい流れてくるのはあやかしの花嫁だったかな。あれがすごい流れてきますね。悪役令嬢以外はねあと漫画とか関連で言うと、結構漫画からアニメっていう流れがね多いと思うんですけど、そのアニメ化になる前に実写化しちゃうと見れなくなっちゃうんですよ、私。なぜ実写にしたんですかみたいなちょっと過激派になっちゃうんですけどなんでよみたいな、アニメ化でよくないかみたいななんで実写にしたんだ言えみたいななっちゃうから、先に自分が見るより先に実写化されちゃうと見なくなるっていう天の弱なのかな、そういうタイプです私みんなどうなんだろうね。ちゃんと興味あるやつ見るのかな。舞台とかはね2.5 次元って思ってるタイプなので全然平気なんですけど、なぜ実写ドラマ化したんですか、私の幸せな結婚と思いながらおのれみたいなちゃんと買ってみようと思っていたのにみたいなっていうのが結構ねあったりしますね。ナルトも実写化してる？舞台化じゃなくて。ナルトはねサスケが裏切るとこまでは見てて、そっからは人が増えすぎて分かんなくなってパンクして見てないです。同じ理由でワンピースもアラバスタ編までしか見てない途中で人数がね増えちゃうとね処理が追いつかなくて処理が追いつかなくてねパンクしちゃうんですよ私最近特にそう。盾の勇者の成り上がりが最初もなくそすぎて、なんかすごい防御力に特化した人の話ですよね。それもなんか勇者パーティー追放される系も結構多いですよね最近ね。流行りかい？やはり要は主人公不幸に従う人が多いのはなぜなの最初から最後までハッピーエンドでいてくれと思うんですけど、多分それだとみんなが納得しないんだろうないいじゃない、最初から最後までのろけ話を聞くような感じでもって個人的には思うんですけど、多分ダメなんでしょうね多分ダメなんだろうな。ツイッターの広告最近流れないソフトっていうのがあるのか。便利だな。それはアプリもできるやつですか？パソコンだけかな？どうなんだろう。そう結構なね作品で主人公がひどい目に遭うとかね、いや君味方だったじゃんみたいなその胸クソ展開が正直ちょっとってなっちゃうから最近ね純粋に面白いなっていうやつがねどんどんそういう方向にシフトされててとても悲しゅうございますなんだ私の好きな作品たちがみたいなそうかナルトね。そうナルトもねハクとザブザのところは涙なしには見れませんわね。そう見たよ、泣きながら見た漫画を。でアニメ見て、そうアニメもでも途中までしか見てないかも。ジャンプ本誌を買ってるわけではないので、なのでね本誌のネタバレを見ないように頑張ってツイッターを頑張ってる民なんですけどやめて本誌のネタバレを流してくるんじゃないみたいなやめろみたいなコナンかあれですか、最初殴られるからですかドカってね。でもコナンも気づいたら世良真澄ちゃんだっけ、あの子が増えてて、君は誰だいみたいな
気づいたら安室さんとかね、たくさん増えてて。なんで最近の映画とか見ても、その映画のキャラクター、映画限定のキャラクターなのか、それともレギュラーとは言わないまでも、本誌だったりとか、アニメに出てきたのか判断ができないっていう。あなたはどちらの方ですかみたいな。なっちゃうんですよね。あ、子供が不幸になるやつか。それも、そうだよな。なんか、そう、だから戦闘ものがあんまり得意じゃなくなってきてしまったのかもしれない。別の理由もあるんですけどね。アンドロイドだと、そうか、アンドロイドか。私iPhone なんですよね。なんかそういうのがあったらね、いいんですけどね。なんか虫だけ除外したくて、ミュートワードにめっちゃ虫を入れるとかね。漢字、ひらがな、カタカナ、みたいな。全部入れるみたいな。でもそれでもやっぱね、かいくぐってきますでしょ、あの子たち。ちゃんとミュートしてよみたいな。いうのがあるからね、ちょっと困ってるんですよね。虫に関してはね。一応そういうレギュラークラスは最初の俺の名前は高校生探偵のくだりで紹介してくれるから、そっか同級生のうんたらかんたらね。確かにね。でもアニメ見てたのはいつだろうな。なんか毎週というよりは、じゃあこれもおそらくさっきのイニシエのゲームを反応してくださった方々はわかると思うんですけど、犬夜叉ってわかります皆さん。犬夜叉とか結界師って皆さんご存知ですか？その時代は見てた。アニメを。コナンの。犬夜叉からコナンの流れね。結界師からコナンの流れは見てた。けど、そっから見てない。でも多分それも結構今となったら序盤の方なんだろうなっていうのがあるんで、そう月曜日の伝説のくだりですよ。なんだろう。犬夜叉もね、結局なんか中途半端に終わっちゃってね。いや、しゃあないじゃん。戦いなんだから血が出てもしゃあないじゃん、みたいな。いや、結構クレームがあったらしいですね。子供の見る番組じゃないみたいな。じゃあ見せんかったらええやないかいみたいな。って思ってたんですけど、なんかね、なんか結界師も中途半端なとこで終わりましたよね。結界師はなんでだったんだろう。追いついちゃったのかな、わかんないけど、なんかそういう感じでね、アニメもちょいちょい見てたかな。ブリーチもね、途中までは見てたかな、アニメ。漫画は一応ね、途中まで持ってて、やめよう。ネタバレになったらいかんからやめようか。最終話は見て、みたいな。嘘じゃんみたいな。それで、界隈が荒れたことも私は存じておりますよ。ブリーチの最後ね。私は別にヒロインというかどっちも好きだったので、別に、どっちでもいいんですけど。どっちでもよかったんですけど、そんな荒れるかいみんなみたいな。ぐらいの荒れ方をしてましたね、ブリーチね。刺されすぎてしね、本当に仲間ですね。本当？コナン同じ事件見てた？大丈夫？犬夜叉とか結界師通じてるかなみんな。大丈夫そう？多分置いてかれてるメンバーが多分ね、数人いると思うんですよ。こいつはまたイニシエの話をして嫌がるって多分ね、思われてると思うんですけど、でも犬夜叉はなんだっけ、夜叉姫みたいな、犬夜叉とそのお兄ちゃんの殺生丸の娘たちが主人公のね、アニメが放送されてただよね。もう終わったんだよね、多分ね。だから多分知ってる人は知ってるかなっていう
感じなんですけど、結界誌についてこれてますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？また悲しみの置いてけぼり食らってないですか？大丈夫ですか？あ、そうか、そうそう、完結編みたいなやつがあったんですよね。私はちなみにサンゴちゃんが大好きでございました。ケララっていう猫ちゃんみたいな子いたじゃないですか。あの子欲しいなって思いながらずっと見て、モフモフしたいなって思いながらずっと見てましたね。だからね、なんかブリーチの終わり方、あんまり言うとまだ見てないから言わないでって人がいるかもしれないので濁しますけど、まあ高校生だったし主人公、まあどっちとひっつくのかみたいなね。でね、2人女性陣がレギュラーでいたじゃないですか。レギュラーっていう言い方が正しいのか分かんないけど。で、まあ一夫多妻じゃないからさ、まあ選ばれないというか、まあそっちじゃない方みたいな。で、別にそんな喧嘩ばかりしたわけでもなく、自分たちの思いで生きてるんだから良くないって私は思うんですけど、どうもカップリング過激勢がいたみたいで燃えたというのをツイッターで知るっていうねありましたね、最近ね。そう、私もね、あれで良かったんじゃないかって思ってるんですけど、まあまあ一部のね、カップリングの過激派はね、これはきっと分かり合えないと思うので仕方ないとは思うんですけど、そんな喧嘩しいなやと思いながら当時は眺めてましたね、それをね。キララは提供出してきたり、確かにね、あとなんだっけ、飲みじいみたいな飲みのおじいちゃんいましたよね。みょうがじいちゃんか。あの子もね、あの人もなかなか面白かったですよね。ぴょんって跳ねていや、よかった。イニアシャ通じなかったらどうしようと思って、もうライブ配信終了ボタン押すところだった。危なかったじゃあもうこの話は終わりだっつってよかった。拾ってくれる人がいてよかった。助かったそう、ガチ勢はね、やっぱ人に迷惑をかけない程度にしましょうみたいな。物事には限度ってもんがありますからね。ちょっとまたお茶を飲みます。早口になるとすごい喉が渇く。よいしょ。戻りました。コップを口に近づけると自分がシュシュシュンってちっちゃくなるのが結構面白いですね。特にいじってないんだけどな。そっかそっか。秋からだっけ？うるせえやつらね。いやー、なんか最近リメイク作品とか多いですよね。なんか昔のやつの舞台化とか。誘白もね、また古の話なんですけど、大丈夫かな？悠々白書通じるかなみんな。大丈夫そう通じる？大丈夫？それもね、あるんですけど、完全版を買うぐらいには好きでしたね、誘白。面白かったですね。アニメも一応見ました、私。それは多分最後まで見てるはず、アニメ。他は何だろうな。でもブリーチもちょっと話を戻ると、いつだっけ？来年かなんかに最終章かなんかのアニメ化あるよね。確か。違ったっけ？変なこと言ってるあったような気がする。なんか、アニメ化やるぞみたいな。ブリーチが帰ってくるぞみたいな騒ぎをちらっと見た気がするので、確かあるような気がする。いや、ご自然だってねそう、まあね、きっと普通に、知ってるっていう人たちはもう勝手に同い年認定してますからね。勝手に、私から漏れなく同世代認定の印鑑がポンって押されてますけど。こんばんは、モスタリさん、いらっしゃい。今はですね、初配信の自己紹介云々が終わり、
古のね、漫画だったりとかゲームの話で盛り上がっているところでございます。よかったらゆっくりしてってください。今年の秋か。ブリーチ。10月からね。あれポケモンの新作は今年でしたっけ？来年？今年の秋だよね、多分。バイオレットスカーレット？スカーレットバイオレット？どっちが先だっけ？どっちが先だったかな。私はバイオレットを買おうかなって思ってるんですけど、草ポケモンのにゃおはだっけ？可愛くないですか、あの子。好きと思って、ずっとこのポケモンをほぼ選んできた立場としてはちょっと複雑な気持ちではあるんですけど、ちょっとね、草ポケモンにちょっと興味が私気になりますっていう感じですね。今年の冬か。なるほどね。クリスマス戦略ね。またサンタさんたちが大変危ない。もしかしたらね、信じてる人もいるかもしれないから正体を言うとこだったわ。危なかったぜ。サンタさんたちがまたね、頑張る時期がやってきますね。いやー、クリスマスか。夏なんだけどな、今。まだ夏も来てないのにね。季節が全然違うみたいな。そっか。結構、夏は、モンハンのサンブレイクが発売されるから、それをやってる間に、あれか、ポケモンが来るのか。なるほど。なるほどね。それまでにハンタランクを解放しなければならないということですね。ゼロから始めにはいかんというのに。大変だな。ゼロから始めるんだったら、どういうのがいいんだろうね。配信をやったことがないからね。一応画面の映し方とか学んでるし、チャプターボードもあるんですけど、買ったのでね。どの辺映したらいいんだろうね。モンハンって、里クエあるけど、私時間がかかっちゃうんですよね。うまいわけじゃないから。だからね、それをライブ配信でやるのは見るに耐えないんじゃないかなと思って、それをちょっとね、考えなきゃいけないなという感じでございますね。だから、いろいろね、どういう風にやっていくのがいいかなっていうのが考えないといけない。ニャオハは二足歩行に進化しないでというか、そうね。みんな言ってるね。立たないでくれって。ポケモンのね、ニャオハが草ポケモンのね、可愛らしい。なんか、どうなんだろう。最近でも、なんか可愛らしいポケモンってお姫様っぽくなるじゃないですか、結構ね。だから、そっち系になるのかなと思いつつ、なんか、ヒバニーとか、アチャモみたいに、なんか、ほわんみたいな、そういう系になるのかなと思いながら、なんか可愛い感じに進化してほしいなっていう願望はありますね。なんか人影とかも、あんな最初すごい可愛いのになんか、あれかっこいい系に、あれなんか思ってたんと違うぞ、みたいな、なったりね、しますからね。私は玉ざらしの進化点ドドゼルカが未だにちょっと、なんでってなってますね。君は可愛い系になるんちゃうんかいみたいな。ね、なんかいろいろ進化先はね、ありますけどね。でもなんだかんだで受け入れられていくと思うんですよね。アルセウスも結構ツイッターにリーク画像が今日出ちゃったじゃないですか。なんで、毎度あれコラ画像だよねって言ってたら本当のリーク画像が混じってて、あれみたいな。オリジン伝説のポケモンどないしはりましたみたいな。私はね、ダイヤモンドの、ブリリアントダイヤモンドの方やったんですけど、あんまりストーリーのことは言わない方がいいかな。アルセウスと、あるキャラクターに、
ブチギレを貴様みたいな多分やった人ははい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 ってわかると思うんですけどポケモンにしては珍しい方向のストーリーだなって思いましたね。みんながみんないい人じゃなかったなんでみたいな感じですね。そんな感じかな。あ、スプラトゥーンか。スプラトゥーンがようやく3になるのか。私スプラトゥーンもやったことないんですよやったことないやつしかないもんイカのやつですよね。色をたくさん塗るやつね。あれは陣地取りゲームみたいな感じと思えばいいんですかね。そんな感じ。なんかルールとかもよく分かってなくてなんかみんなやってるって思いながら、これは勝敗はどうなったら勝ちなのみたいな未だに分かってないっていうドソセルガもセイウチになると、まあ確かにね、確かにまあ許そうみたいなどの目線ってなるけどね確かに進化予想はお祭りで楽しいね。それはそう。いや、私はもうアルセウスは日の嵐が出るという理由だけで買いました。ストーリーとか楽しそうとかちょっと置いといて、日の嵐が出るなら買わねばなるまいてと思って買いましたね。日の嵐が一番大好きなポケモンなんでね金銀の御三家なんだよなみんな金銀リアルタイムでやった人いないんじゃない？大丈夫？あれじゃない？みんなハートゴールドソウルシルバーで知ってるっていう人はいるかもしれないけど、ゲームボーイだぜみんな。知ってるかい？いにしえのソフトですよ、またねそう可愛らしい目がね好きなんですよね。だから等身大のぬいぐるみ出てくれないかなって今かと待ってるんですけど、出てくれないんですよねいや、ブイズ出したんだったらさみたいな、ウィンディ出したんだったらさ御三家出してもええんじゃないですかねみたいな日の嵐出てくんないかなってずっと待ってるんですけど、なかなかね出てくれないんですよ。私今かと待ってるんですよ日の嵐まだかなみたいな。そういうポケモンホームの連携も来ましたよね。なんかアルセウスもいけるし、なんか知り合いに聞いたら、いや多分連携ないんじゃないかなみたいな言ってて、なんでって聞いたら、なんだっけ、努力値がないからアルセウスに無理なんじゃないかみたいなことを厳選する友人がいるんですけど、私は全く対戦とかしないので厳選はせず、いる子をめでるというなんだろう、一般的なガチ勢じゃないエンジョイ勢の楽しみ方で今までポケモンをプレイしてるタイプなんですけどなんでね、なんだろう、でも日の嵐とか時空の歪み、狭間じゃなくて歪みだよね多分ね。歪みで出るしかゲットする方法がないから頑張ってね捕まえました。メスもちゃんといますよ。女の子もね、女の子だーって思いながらテンションが上がりました御三家のメスはねあれなんですよ、数が少ないというか結構ねレアなタイプらしくて、なので女の子を見つけた時はニコニコしながら全力でモンスターボールをぶん投げに行ってましたねアルセウスね。アルセ結構オープンワールドですごいなって思いました。なんかゼルダの伝説、ブレスオブザワイルドとか、なんだっけ、戦いの目視録、イニシエの目視録、どっちだっけな、なんかそんな感じのイフストーリーの方もオープンワールドじゃないですか。あれも楽しそうだなって思うんですよね。でもオープンワールドとか絶対ストーリー途中でわからんくなるなと思って、あれもやりたいこれもやりたいみたいな
ちょっとやってみても、まあ今更っちゃ今更かもしれないけど、やっても楽しいのかなと思いつつどんなゲームしようかなと悩んでいるところですね。あ、そうか、スピンオフだからできたシナリオか。そっかそっか。まあ確かにね、現代じゃないしね。そうかそうか。それもあるな、確かに。金銀しかちゃんとやったことない。おっと、ここにも私の話についてきてくれる優しい人がいますね。優しい人がいますね。いやもうピコの下りで反応をもらってから、おっとみたいな。もうイニシエスイッチ入っちゃうよね、そんなことされたらね。なんだイニシエスイッチって。確率がね、メスは低めなんですよ、御三家の。あ、そっかそっか。そう、予約特典もね、いいですよね。私もアルセウスの予約特典の、イラストブックっていうんですか？初めてね、買って、おーって思いながら。そっか、スピンオフだから、あれかな、カセット2つなかったのかな、アルセウス。今、スピンオフって言われて、はってなったんですけど。結構ね、金銀とか、ブラックホワイトとかね、あるから、そうか、スピンオフだから、1本だけだったのか、アルセウス。そういうことか。今気づいた。すっきりした。おっそ。あ、同じプレイセル。よかった。そう、結構ね、友達が周りにガチ勢しかいなくて、ちょっと肩身狭かったからよかった。私結構ね、ポケモンの名前を間違って覚えちゃうことが多くて、なんだっけみたいな。こんなやついるじゃんって言ったら、ポケモンの画像がスッて送られてくるんですよ。こいつみたいな。あ、それみたいな。こないだ、なんだっけな。カブトガニみたいなポケモンいるじゃないですか。通じるかな？カブトプスみたいな。なんだっけ？カブトムシみたいな。カブトムシじゃない。茶色のお手手がカマになってるポケモン。やばい、わかんない。あ、そう、カブトプスと、そう、よかった、拾ってくれる人いた。よかった。それです。それとね、何かを間違えたんだよね。名前だけ言われて、青とグレーの恐竜みたいな。わかるかな？こんな、変なっていうか、よろしくない説明で伝わるかな？友達に、そのガチ勢の友達に毎回怒られるんですけど、いい加減覚えろみたいな。全然違うみたいな。あ、そう、ラムパルド。タツベイがわからない。タツベイってなんだ？タツベイちょっと待ってね。タツベイ。あ、タツベイじゃないな。そう。ラムパルドさんを間違えましてね。全然違うよって怒られたところでございます。で、あとはね、思ってるポケモンとずれてることがあったりするんですよ。なんだっけな。メタグロスの話をしていたにもかかわらず、わかるんですよ、メタグロス。でも、頭の中に出てきたのが、ハガネールだったんですよ。なぜかわかんないけど、ハガネールで、あれでしょ？岩区の親戚みたいなやつでしょって言われて、こいつ何言ってんだみたいな。こいつ何言ってんだみたいなことを言われ、今メタグロスの話でしょみたいな。メタグロスって言ってるのに頭に出てきてるのが違うっていうね。
そう、鋼タイプしか合ってねえじゃねえかって言われたんですよ。そんなピンポイントで合わせていくんじゃねえってちょっとね、怒られたりもしますね。なんでポケモンの話をするときは多分、食い違うことを覚悟の上で言ってくれないと多分ね、言って、わかるわかるみたいな言ってても、多分頭に出てきてるポケモンが違う可能性があるので、ハガネールとね、メタグロスね。全然ね、色も違うし、なんか、進化前と進化後とかでもないし、全然違うのに、なんでなんだろうね。自分でもわかんない。自分でもわかんないんだけど、頭の中に出てきたのが、ハガネールだったんですよ。そしてまた怒られるというね。お前って、貴様って怒られたんですけど。結構ね、ポケモンはそういうことがある。なんで、なんでなんだろう。別に嫌いなわけではないんですけどね。覚えるのが苦手なのかもしれない。進化とかね、増えてきちゃうとね、名前がごっちゃになったりしますね。ムクバードとムクホークどっちが先だっけなみたいな。そんな感じですね。ムックル、ムクバードが先だっけ最終進化が、どっちだっけどっちだっけなこうなるんですよ。ボケてるわけじゃないはずなんだけどな。こうなっちゃうんですよね。かもしれないですね。名前覚えるのが苦手なのかもしれない。悲しいな。私、お世話になったのに、一緒に殿堂入りもしたんですよ。だから配信する、ポケモンのゲーム配信してる人って、多分ね、私が見てる方々だけかもしれないけど、結構ね、あだ名をつけてると思うんですよ。で、あだ名をつけると分かんなくなっちゃうから、普段からつけないんですけど、どうなんだろう。つけた方がいいのかな、配信するんだったら。どう思います？バイオレットスカーレットバイオレットか。スカーレットバイオレットは、配信しようかなって思ってるんですけど、ポケモンの名前問題が、絶壁であるので、絶壁であるので、ちょっとね、やるんだったらちょっとあだ名つけないとかちょっとって言われると、配信できないぜってなっちゃうから。それがね、ちょっとね、困ってるとこですね、ポケモンのね。ムクバードが先か。ムクバード、ムクホークか。ありがとうございます。そう、こうなっちゃうのよ。日の嵐はわかるよ。日の嵐、マグマ嵐、で、最終的になぜか立つっていうね。あれあなた、なんでみたいな。なんか、可愛い系だったのに、なんか急に、あれなんか求めてた進化と違うがみたいな。だから日の嵐が一番好きです、私。かっこいいんですけどね。翡翠の方もね、バクフーンは、釣り目が怖かったけど、なんか垂れ目だったからすぐ進化させたよ、みたいなことをちらっと聞いて、確かに垂れ目と考えれば、かわいいかみたいな。かわいいということにしとこう、みたいな。なんかゴーストついてたよね、確かね。翡翠のマグマ嵐じゃない。マグマ嵐の話は今してないよな。名前飛んだわ。バクフーンね。バクフーンの話をしてたんですけどね、今ね。そうか、そう。バクフーンはね、スッて立つよね。かわいい。なんだろう。なんかヒバニーも、あれみたいな。サッカー少年だな、みたいな、なったなっていう感じですよね。なんで、なんかインテリオンが多分、なんだろうな、知的枠なのかな？ビジュアル的には。泣き虫のメッソンから始まり、なんか、ポケーっとした顔の名前が、ちょっとわかんないけど、その子になりね。なんかね、そう、私、御三家も正直怪しいんだよな。サム
ーンとかの5サキわかんないものやってないからね。ルビーサファも私ポケモンのなんだろうな、カセットの選び方もね、そのガチ勢の友達に怒られるんですよ。ルビーサファの話をすると、お財布をね、もっとお店に行くじゃないですか。どっち買おうかなと思って、赤と青どっちも好きだしなと思って。そしたら、青いパッケージを見たときに、絶対水ポケモンじゃんと思って、波乗り覚えてくれるじゃんと思って、その子にしたんですよ。サファイアの方ね。それをガチ勢の友達に言ったら、伝説のポケモンを何だと思ってんだっていうお叱りを食らってしまいましたね。もうね、さすがに残ってないんですけど、私の記憶が正しければ、海洋画限定っていうか、その子しか覚えないやつと、波乗りダイビング、滝登りを覚えていたはずです。全部秘伝技っていう、ガチ勢のね、友達にそら怒られるよな、みたいな。海洋画くんを何だと思ってたんでしょうね、当時の私は。水ポケモンということはみたいな。で、復帰した XY も、なんだっけ、鹿さんの方と、イベルタルの方、パッケージ見て、絶対空飛ぶじゃんみたいな。鳥じゃんと思って、空の飛ぶをね、覚えさせたんですけど、それを言っても友達に怒られてしまいましたね。お前みたいな。伝説のポケモンに秘伝技覚えさせんのやめろって怒られました。だからケンタティは空を飛ぶタクシーがあったじゃないですか。だからね覚えさせなかったんですけど、そういうパッケージの選び方をしておりましたので、ガチ勢の方にはこういうことは言わない方がいいですね。怒られますよ。皆さんもね、気をつけてください。無言の圧がね、ひどかったですね、あれはね。ハッティのイケメンは若い。そうね、インテレオンだよね。そう、海洋画に波乗り、ダイビング、滝登り覚えさせた女です。怒られちゃうよ。また怒られちゃうよ、みたいな。あ、そうなの？秘伝技禁止されたの？秘伝技禁止ってどういうことだろう？海洋画とか伝説のポケモンに覚えさせちゃダメってことかな？あれかい？対戦の話をしてる？対戦関係の話かな？そう、イベルタルに関してはね、だからそれまでの鳥要員が、鳥要員じゃない、空を飛ぶ要員いたはずなんですけど、誰か忘れちゃったけど、入れ替えてイベルタルに空を飛ぶを覚えさせた記憶はあります。わざわざ入れ替えて空を飛ばせる伝説のポケモンに。大丈夫かな？ポケモンガチ勢の人聞いてたらまた怒られるかもしれん。大丈夫かな？あ、廃止か。本当だ、廃止って書いてある。もう禁止って勝手に読み間違えてた。廃止だった。全然違ったわ。失礼しました。そっか。そう、なんか技レコードみたいな、一回使ったら壊れるよみたいなやつとかね、なんかいろいろ変わってますよね、ポケモンもね。なんか進化してるんだなと思って。今結構700種類ぐらいいるんですよね、多分ね。すごい増えたからもうわけがわからんなみたいな。皆さんはあれかな、ポケモンされてる人、アニメも追ってる方々です？レッツゴー EV とかやりました？結局ね、頭身になれなくて買ってないんですけど、どうなんだろう、全部やってるのかな。まあね、プレイスタイルはね、
人それぞれですからね。私がガチ勢に怒られようとも、これからもきっと鳥ポケモンを見たらとりあえず空飛んでもろて、みたいな。君は、その翼は何のためにあるんだいみたいな。空を飛ぶためだろみたいな。ってやっていくと多分ね、大変なことになるんだろうなと思っております。レコードが以前の技マシンで、技マシンが以前のフィレンマシンみたいなもん。あ、そうか、壊れなくなっちゃったもんね。そうか、そうか。確かにね。翡翠地方含めると900いるのか。すごいなぁ。みんな、また古の話ですけど、昔ポケモン言えるかなみたいな歌ありましたでしょ。あれじゃもう収まんないですね。何番まで作ったらいけるんだろう。今のポケモン全部言えるかなみたいな。最初のポケモンすら出てこない。ピカチュウから始まるんでしたっけ？ポケモンのお歌。ピカチュウ、ライチュウ？合ってる？なんか違う気がするな。初めのポケモンがなんか違う気がする。レッツゴーイープイはやりましたな。ジムに、あ、あ、そうかそうか。縛りプレイできない。確かにね。確かにそう。なんかみんな縛りたがるよね。みんなポッチャマ一匹で四天王とシロナさん倒すぜみたいな動画を見かけたような気がするんですけど、ポッチャマにそんな酷使なことさせるみたいな。ポッチャマになんて酷使よみたいな。見た覚えがあります、確か。あ、ピカチュウ、あ、カイリュウか。カイリュウか。そう、ヤドランとピジョンだ。そうそうそう。ポケモン言えるからね。まあ、今も昔も言えないんですけど、何番まで作ったら全部言えるのかな？ 900 でしょ、今。だって、ね、1番にそんな何匹も入れれないよ。えらいこっちゃ。ピカチュウ、カイリュウ、ヤドラン、ピジョン、コダック、コラッタ、ズバット、ギャロップ。あ、そうなんだ。もうピジョンまでしかわかんない。分かってなかったけどね。ピカチュウ、ライチュウ言ってましたからね、私ね。ライチュウじゃなかった。カイリュウだった。シンプルに聞き間違えてる。シンプルに聞き間違えてるな。そう、そんな感じでございますね。なんでね、ポケモンに、ずっとやってるといえばポケモン、まあ世代が空いてるとはいえポケモンと動物の森と牧場物語ぐらいですかね。結構なんだっけな。スライムが出てくるドラクエか。ドラクエも、ビアンカとジェシカが出てくるやつはやったんですけど、他のやつはやったことがなくて、っていう感じですね。ビアンカフローラ問題ですね。私はもうずっと一緒に歩んできたビアンカ一択だったんですけど、みんなフローラ派が周りに多くて、なんでってなった覚えがありますね。なんでよみたいな。いや、懐かしいですね。懐かしい懐かしい。そう、5と8かな、ビアンカのやつは。それをやった覚えがありますね。ただ8は、プレステ2なんですよ。ご存知ですか皆さん。また、古の危機が出てきましたけど。ラスボス戦でフリーズしましてね。何回もやり直した。フリーズするから。いやー、あれはね、もう二度とやりとうないですね。フリーズしたみたいな。ちょっとみたいな。やめてみたいな。あ、そうそう、黒髪の、フローラのお姉ちゃんでしたっけ？デボラさんって。なんかゴシックっぽいね、格好のお姉さんと言いますか。ちょっとギャルしいというかね。そんな感じの人もね、いますね。皆さんちなみに、誰派ですか？誰派かちょっとこっそり教えてもらっていいですか？
そっかそっか。トラウマの群馬。あ、そう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 。トラウマもね、ありますよね。10がオンラインなんでしたっけ？なんか11は、ある方の実況を見て、あ、こんな感じなんだなみたいな。ちらっと見かけたっていう感じですね。ビアンカね。ビアンカ、美人なんですけどね、ちょっと、男運はなさそう。なるほど。見た目はフローラが好みと。やはりみんな青髪が好きなのかな。あれねみたいな。でもビアンカね、なんだろう。ビアンカじゃないや。ジェシカか。ジェシカの8か。8の方はね、雪山あるじゃないですか。でもその時に一番手に入る、一番強い防具が、水着を模したアーマーでですね、もう直接言うとね、ちょっと良くないかなって。今ちょっと5番流行ってるから濁しますけど。水着を模したアーマーで雪国に行かせてしまったことは今でも謝っても謝りきれない。ごめんね、みたいな。ちょっと雪山に行くのは聞いてなかったもんなんで、あれ吹雪いてるみたいな。風邪ひいちゃうよ、みたいな。っていうのをね、ちょっとやらかしたことがあるんですけど、パパがお金くれるからフローラ。お金を取ってる人がいますね、ここに。悪い男ですよ。オフライン版は配信、じゃないや、販売されるんだ。へえ。そっかそっか。じゃあちょっと気になるかも。なんかオンラインだけだよって言われると、ちょっとなーみたいな。ちょっとどうしようかなーってなっちゃうんですけど、そっか、オフラインもあるのか。販売されるんだな。なるほど。ちょっとこれも後で見とかないといけないですね。私今日で見るもの増えてないか大丈夫か。なんかすごい増えてるぞ。なるほどね、なるほどね。あとはなんだろうな。みんなが知ってるかつシリーズものってなんだろう。多分みんな牧場物語は知らないというか、やったことないんじゃないかな。ありますか？これもね、いにしえのプレステからのゲームなんですけど。いにしえのプレステで、最初男の子だけだったんですよ、主人公選べるの。でも、牧場物語フォーガールっていう、女の子も選べますよっていうか、女主人公ですよっていうゲームが発売されてから、のめり込むようになってしまいましたね。この間、20周年か25だったかな。25周年だったような気がしますね、牧場物語ね。メモしないといけないほど増えてるの。後でちょっと見返しておきます、アーカイブ。後でちょっと、あれもう一個あった気がするって多分なるんでね。こっそり見ときます。あ、本当ですか？ミネラルタウンの仲間たちね。今言えてた？ミネラルタウンのね、仲間たちね。そう。結構いいですよね。私結構ああいうほのぼのしたやつがね、好きなんだって言ったら、三国無双やってるのにって言われるんですけど、いや、三国無双も好きだけど、それはそれ、これはこれよ、みたいな。それはそれよ、みたいな。そうね、ハーベストムーンもいいね。私DS の双子村も好きです。DS もね、最初はね、すごい画面暗かったのに DS ライトが発売されてすごく明るくなりましたよね。言うってそんな明るいかと思って初代のやつ並べたらもう明るさが全然違ってびっくりした覚えがありますね。いや、すごいなと思って、こんな変わるみたいな。こんな違うんだみたいな。DS もね、今はもうね、多分新しいカセットも出ないだろうからあれだけど、結構思い出のあるゲーム機ですね、私はね。あとはなんだろうな。
そう、牧場物語もね、ゲームキューブでもあったんですよ。ご存知ですか？ちょっとタイトル、ぼやっとするけど。それがハービスムーンだっけ？タイトルがね、ごちゃ混ぜになってて今。どれがどれだみたいな。なっちゃうんでね、これが多分ね、私がポケモンの名前覚えられない問題と多分似てると思うんですけど、やってるし知ってるんだけど、ごっちゃになるっていう。多分脳の処理の問題ですね、これはね。私の記憶がちょっと混在しやすいのかもしれない。っていうね、アクシデントがありますね。でも私戦国無双はやったことがなくて、無双オロチっていう、戦国無双と三国無双、両方がね、混ざった世界線のやつがあるんですけど、それでキャラを知ってるっていう感じですね。なんで戦国無双もね、いつかやりたいなと思いつつ、三国無双に手が伸びちゃうっていう。伸びちゃうぜっていう感じですね。あ、そうか、ワンダフルライフか。そうだ。ありがとうございます。すっきりしました。それだ。女の子の髪型がね、ポニーテールが2つに分かれてるのが印象的なゲームでございますね。そうなのよ。いや、まさかこんなね、古のゲームで盛り上がると思わなかったな。で、もう一個古のゲーム言っときますか？クラッシュバンディグって言うんですけど。知ってるかなみんな。あ、でも、リマスター版出たから、知ってる人いるかも。クラッシュバンディグって知ってます？大丈夫そう？ここで急に亀裂入るとかやめてよ。誰も拾ってくれないとかやめてよ。クラッシュバンディグもね、やってたんですよ。ちょびっとだけ。やってて、あれは何だったかな？途中で飽きちゃったのかな？よかった、仲間いたわ。助かる。あ、やったことないけど知ってる？よかった。よかった、ここでもう、1対何十人とかになっても悲しみにくれちゃうから危なかった。危なかったぜ。あ、太っちょのね、パフパフとかね。そう、いろいろいるよね。コルテックス教授だっけ？頭が大きい敵役がいたりね。そう、昔はね、やっぱドットとかが、映像が荒いけど、まあ、その時見るとね、そんな荒いなって思わないのに、今改めて見ると、暗いなって。なんかすごい荒いなってなりますよね。やっぱ、科学の力ってすげえってなっちゃう。科学の力ってすげえおじさんみたいな。ポケモンにね、いますけどね。いや、本当にそうと思いながら。あ、そう、スイッチでね、そのリマスター版が出ましたよね。そう、だから知ってる人いるかなと思って。よかった。なんかだんだん私が下がってきてるのはなんでだ？よいしょ。いや、よかった。よかった。長々喋ってますが、今何時だ？あれもうすぐ9時になるじゃない？私そんな喋ってた？じゃあ、16分やったらこの配信は終わろうかなと思います。皆さんご飯食べました？大丈夫ですか？まさかこんな長々やると思ってなかったから食べてないんじゃない？大丈夫？ちなみに私は食べておりません。今日はね、私食べてないので、この後ね、食べようと思います。そう、最先端を知るとね、ダメですよね。特にシリーズが長いとね、バイオハザードとかも最初、すっごいポリゴンじゃないですか。あれからこんな綺麗になるのみたいな。私あんまり詳しくないですけど、ジルさんが好きです。ジル・バレンタインさんが一番好きかもしれん。あ、でも、クレアも好き。クレア・レッドフィールドも好き。でも、周りは結構エイダ派が多くて、あれみたいな。ここでも私の価値観とずれとるみたいな。ちょっと女性の趣味が合わないのかもしれない。ちょっと言い方良くないけど。あれみたいな。なんかみんなと分かち合えない。結構ね、あるんですよね。
麻婆豆腐、美味しそうなやつ食べてる。いいな、麻婆豆腐。いいな、麻婆豆腐。明日食べようかな。さすがに今から材料買いに行くのは買いに行くのはね、ちょっと、あれなので、いいな。近々ちょっと麻婆豆腐を食べようと思います麻婆ナスも好きなんですよね。美味しいよね、麻婆豆腐も麻婆ナスもね。確かにね。もう最初はピカチュウなんてバーみたいな、ザ・機械音みたいな感じだったのに、ピカピーって今鳴くもんね。ちょっと可愛すぎて声出ないけどねあの可愛らしい声、ちょっと私の声帯はちょっと悲鳴を上げちゃうので出ないんですけど悲鳴をね上げてしまいますが、可愛いよね。ポケモンな。いや、ピカチュウ可愛いよね。なんかみんなが結構バーとかゼニゼニだけなのに、ピカチュウだけ表情豊かなのずるくないみたいなまあ看板ポケモンですからね、ピカチュウさんはね。いつもお疲れ様ですっていうでもピチュウも結構好きなんですよね、私。でもなんか看板ポケモンなのに進化するのに雷の石いるんだなみたいななんか何なんでしょうね。夏希と進化のところもあれば、レベル進化のポケモンもいるし、そういう石、雷の石とかその炎の石とかね、いたりするじゃないですか。あれの違い何なんだろうって未だに疑問なんですけど、あれはめたい話、開発側の好みですかねどうなんだろう。そこがねずっと気になってるんですよね。大谷さんボイスの可愛らしいピッカーですよもうあんなボルテッカーとかね打っちゃうんですから、あんな可愛い顔して初代ピカチュウ版のピカチュウの時点ですげえ落とすでって思ってた。今聞くと確かに、確かにね。そう、でも最初は白黒から入ってるからね。白黒ドットのあんなちっちゃい画面から入って、今はもうね大きい画面とか、テレビだったりモニターにつなげてできますよとかね。すごいよね、そう思うとね。いや、スイッチも私モニターが2つあるのでそっちにつないでやってるんですけど、でも手持ちの方が手早いといえば手早い配信とかはねやっぱつながないとダメですけどね。アルセウスのピカチュウの鳴き声が初代の、そう戻ったよね、テンションにね。だからあれみたいな、ピカチュウみたいなどうしたんだピカチュウってちょっと思いましたけどね。あれはあれで結構私は好きでございますよ。ピカチュウくんみたいな。確かにね、そうね。でもギャロップに進化するの40レベってちょっと長くないですか、ポニータさんみたいなそろそろ進化してくれないかいみたいなちょっと昔っていつのカセットだったかな。今は控えのポケモン、手持ちのポケモンも全部経験値入るんですけど、昔はね学習装置っていうやつを持たせないと戦闘に出たポケモンプラスでもらえなかったんですよ。わかるかなこの話当たり前の世代なのかな、経験値控えに入るっていうことが。どうなんだろう。あれは画期的でしたね。最初学習装置がもらえなくてテンパったけど、あれみんなに入ってるみたいななんでだいみたいな。いやー、あれはすごいですよね。要望があったのかな。いや、すごいな。だからそのガチ勢の人がね、いや今育成は結構楽だよみたいな。イブちゃんもどうだいって言われるんだけど、いや私はそっちの世界には行かないからって今線を引いてるんですけど、いやちょっとガチ勢の方には行きたくないのでこっちの線に越えないでくださいみたいなポケモンに関してはこの線を越えないでいただいてみたいな感じでね接してるんですけど、いやすごいなと。卵の孵化だけは手伝うからこれ以上布教してこないでくれみたいな厳選の方法を私に教えようとするんじゃないみたいな感じでございますわね。XY からなんだ。私が復帰した時からか。じゃあいやもうあれはびっくりしましたね。すごいぜと思って。
学習装置なしで育てようとするといちいちだし、そうだから先頭にしといて次の瞬間変えてみたいなことをねやってたんですよ昔は。多分何人かは何を言うとるんだってなってると思うんですけどそう懐かしいな、学習装置ね、ありましたね昔ね。今はなき学習装置、ちょっと悲しいですけどね。でもなんか今はお守り小判とか、なんか満腹のお香とかね、なんかいろいろありますよね。持たせられるアイテムが増えたのかな。私が持たせてなかっただけかもしれないけどなんかいろんな遊び方あるよね。でもなんかフェアリーパーティーとか炎パーティーとかね、組んでみたいんですけど、多分勝てなくなっちゃうから、私タイプ相性とかね覚えれてないんですよ。だから事務船の入ってすぐのところにいる人に、いやここは何ポケモンのジムだぜみたいな教えてもらって調べるみたいな私は何で言ったらダメなんだろうみたいな弱点属性をいちいち調べないと分かんないっていうこれがね苦手なんですよね。困っちゃうわ。お守り小判結構前からありますよね多分。私がね持たせてないだけかもしれない。本当にストーリー終わったら終わりっていうタイプだったんで、今はねようやくやり込み要素の楽しさがね分かるようになってきたんであれなんですけど、昔はストーリーが終わったらそのポケモンは終わりみたいな感じでやってたんで、何言ってるのイブちゃんと、ストーリーはチュートリアルだよって言われた時の衝撃は今も忘れません何を言うとるんだと。いやストーリーはチュートリアルではないよみたいな、何を言っていらっしゃるのこの人はみたいななったのがねちょっと久しいですけどね。お守り小判とか、じゃあ食べ残しとかあったのかな昔から。あと変わらずの石とかね。でも変わらずの石は結構昔からあったような気がするな。多分私が分かってなかっただけだなでも正直タイプ相性とかはストーリー進める上では正直いらないって言ってもらったので、好きなポケモンを好きなように育てて連れていくかっていうスタイルをこれからも貫こうと思いますどうしても勝てなかったら泣く勝てないみたいな変えちゃうかもしれないけどね。できる限りやっぱり好きなポケモンでね殿堂入りしたいなっていうのがあるので。金銀ではあったのか。じゃあやっぱり私のデータが古いのと飛び飛びなんだな。なるほどねそういうことだななるほどね。そっかダメ。ちょっと待ってね。漫画のポケットモンスタースペシャル。ほう。漫画か。ごめんなさいね。目が悪くてですね。文字が見えないっていうさっきも廃止と禁止をシンプルに最後の文字だけで判断して勘で読むっていう悪行をした結果全然違ったっていうアクシデントがありましたからね。大変失礼いたしましたそうか、漫画もあるよね。なんか初代はなんか主人公の名前がレッドでライバルの名前がグリーンだったっていうのが聞いてる。その時の漫画なのかな、そのスペシャルは。なんか噂によるとポケモンがトレーナーにダイレクトアタックしてくると噂の例の漫画じゃないですか、もしかして。それかな。ちらっとね聞いたことはあるんですよね。でもポケモンってスペシャルだけですかね、漫画だったら。今のやつも漫画になってたりするんかな。どうなんだろう。あんまりそういうポケモン関連のグッズというかね、書籍を追ってないのでなんともわかんないんですけどね。へえ、
何巻ぐらいあるんだろう。ポケモンスペシャルか。ちょっと気になるから、後でチラッとネットでヤフーさんに聞いときますね。教えてヤフーって。そっかそっか。漫画もね、いいですね、いいですね。また漫画の回もね、どっかで雑談会で作れたらいいなと思います。結構同世代の、おそらく同世代の方々が多いなということが発覚いたしましたのでまた古のね、ゲーム雑談会とかねできたら楽しいなと勝手に思っておるところでございますわ。あ、やっぱしてるんだ、ダイレクトアタックね。金銀で渡るがロケット団に帰りは開口戦だってあれ、そんなシーンあったっけ。渡るダメだよ、渡るくん何やってるんだいダメだよ。スペシャル、60巻もあるんだ。結構長いね。すごい。ポケモン好きなら楽しめる。本当に大人買いかいそっかそっか、60巻も出てるのか。思った以上に出てて混乱している最近のって多くてもそんないかなくないです、連載。私がね、持ってる単行本で一番巻数が続いたのはテニプリですねテニプリ42とかありますもんね。本棚入らんがみたいな他のやつ本棚入らんけどみたいなね、アクシデントがありますけどね。それぐらいかな。次がやっぱり言っても20数巻とかかな。違う。リボンがあるわ。私が持ってるやつだと。何巻だったかな。でも私11かな。リング戦が始まったところからしか持ってないので、日常編持ってないんですよ。いや別に日常編はいいかな思っちゃって、リング戦からのやつ買ってるんですけど、そっから最後までは持ってるので、多分全部集めるとテニプリとリボンだけでほぼ本棚埋まるっていう悲しい本棚になっちゃうみたいな、両極端のね本棚になっちゃいますけどね。赤、緑、青がメインの話が3巻まで。そうなんだ。でそっから57巻ほどは別のストーリーが展開されるってことかな。へえ、面白そうだな。3巻まで追ってみるかい今日でいろんな知識を得た気がするな。そう、テニプリね。今もなんか君たち絶対高校生じゃないだろみたいな本当かみたいな。君たち本当に中学生かみたいな。中学生って言ったら小児科じゃんって言った友達は今も覚えてますよ小児科生みたいな確かにねみたいな。確かに跡部さんとかね、手塚くんが小児科に行ってる図を見たらちょっと違和感しかないですけどねあれみたいな。だってあの人たち180とかあるでしょ、身長。確か180とか170とか、確かそんな大きかった気がするのでもう巨人じゃんみたいなちっちゃい子から見ると巨人じゃんっていう話ですけどね。いや、恐ろしい恐ろしい。テニプリ関連で言うと21時になったのでね、これ言って終わろうかなと思うんですが、締めのことがこれもどうなのって感じなんですけど、今日はね、私の誕生日かつ、テニプリの真田源一郎くんのお誕生日でもありますっていう謎の報告だけして終わろうかなと思います謎のね、手塚部長とかね、スーツ似合いそうだなって思いますよねで、性格のね、制服がまたね、なんだろう、ブレザーじゃない分、なんか夏のサラリーマンみたいなクールビズみたいな感じにねなっちゃうからね。そう、真田くんと同じだぜみたいななんか同じなんか有名な方いるかなと思ってポチって調べるとね、真田くんが出てくるんですそうなので同時に覚えていただけると。私立夏も結構ね好きなんでね
まあ、終わりの締めがこれってどうなのって感じですけど、またね、ツイッターの方とかでも絡んでくださると大変嬉しゅうございます。今日はね、長々ありがとうございました。ではそろそろね、終わろうかなと思います。そうね、部長はね、顧問にも持ち代われるからね。仕方ないね。もう部長たちはしょうがないさ。ではでは、そういうことで皆さん、長々ありがとうございました。ではでは、次回のね、配信だったり、失礼。投稿だったりでお会いしましょう。またねー。